カスケーダーがアップデートされましたね。ということで今回は新しく追加された機能を4つご紹介しましょう。1、アニメーションレイヤーの追加。アニメーションレイヤーとはベースのアニメーションに別の動きを重ねられる機能です。使いたいときは上のメニューからアニメーションレイヤーズをオンにします。ウィンドウが開いたら準備完了です。今表示されているこのモーションがベースレイヤーになります。そしたらここを押して新しいレイヤーを追加します。それから加算したい動きを作りましょう。はい、手を上げる動きを追加できましたね。これはレイヤーなので非表示にすることができます。また影響する度合いを調整したりもできます。レイヤーはいくつでも作成可能です。モーションのいろんなアレンジを作るのに便利ですね。2、他のイージング機能。イージングとはモーションの速度に変化をつけることです。試しにこの簡単なモーションで試してみましょう。使うときにはここにあるアイコンをオンにしましょう。そしたらこの黒い点を動かします。はい、速度に強弱がつきましたね。ちなみにここの間にキーフレームがあるとき、この点は左右対称に動きます。この L のマークを押すと左右非対称に動かすこともできます。またここを押せばイージングをリセットすることもできます。元のモーションに戻せるので気軽に使えますね。イージングを使うとこのように動きにメリハリが出ます。元の動きが退屈な時は使うと良いですね。3、自動貫通防止。ポージング中にモデルがオブジェクトを貫通しないようになりました。これを使いたいときはまずオブジェクトを選択します。そしたらコリジョンを追加しましょう。オートポージングモードにしてモデルを動かします。はい、貫通しないようになりましたね。ポージングがとても楽で便利ですね。ちなみにパーツのポイントが青い場合、パーツが固定されこのように貫通してしまいます。そんな時はシフトプラス Z を押して固定を解除しましょう。緑のポイントであれば大丈夫ですね。また物理補正ツールでも貫通が自動修正されるようになりました。はい、自動で足がオブジェクトを避けていますね。最後の仕上げのついでに修正できるので楽で良いですね。ちなみに右のメニューから貫通修正をオフにできます。オブジェクトを避けて欲しくないときはオフにしましょう。4、UI 画面の改善。この画面の文字を他の言語に切り替えられるようになりました。中国語、日本語、韓国語に切り替えることができます。ということで、アジア圏のユーザーさんにも使いやすくなりましたね。もう一つ UI について、上のメニューから床の色を変えられるようになりました。シンプルな黒でモデルが見やすいですね。というわけで、今回はここまで。今回は新しいバージョンにおいて新たに追加された機能を4つご紹介しました。他にもいろんな機能がアップデートされたので、詳しくはカスケーダーの公式ドキュメントを見てみてね。概要欄とコメント欄に URL を貼っておきます。それでは次回。
またね。